メイキャップアーティストのはるかです。今回は目を大きく見せるためのアイメイクをご紹介していきます。今までお客様の中でも目を大きく見せたいというご要望がとても多くあったんですが、アイライナーやアイシャドウの使い方によって目はどんどん大きく見せることができるんですけれども、使い方を少し間違えてしまうと逆に小さく見せてしまう原因にもなるので、そちらを踏まえて今回は仕上げていきたいと思います。最初に気をつけたいポイントを5つご紹介してから目を大きく見せるためのアイメイクプロセスをご紹介していきます。気をつけたいポイントの1つ目はアイシャドウを狭い幅で塗ってしまうことです。狭く塗ることによって目を逆に小さく見せてしまったり、グラデーションをつけても意味がなくなってしまいます。淡いカラーも濃いカラーも自分の眼球の大きさを意識しながらやや幅広く塗ることによって目を大きく見せることができます。2つ目はアイラインを短く描いてしまうことです。目のフレームは強調されますが大きくは見せることができません。3つ目は下まぶたを締めカラー1色で済ませてしまうことです。1色で仕上げると目幅を出すことができないので 2,3 色で仕上げるのがおすすめです。4つ目はアイラインで目を囲んでしまうことです。目尻側をアイライナーで仕上げてしまうと逆に目が小さく見えてしまって、特にリキッドやジェルタイプを使用するとメイク崩れの原因にもなります。さらに目頭側から目尻側までアイラインで仕上げてしまうと目のフレームを強調させることはできるんですが、目を大きく見せることはできません。囲みメイクをしたいという場合はアイシャドウでしっかりグラデーションを作ってからアイラインを引く必要がありますし、大きく見せるメイクとはまた別のメイクになるのでメイクを使い分ける必要があります。アイラインでフレームを取りすぎてしまうと逆に目が小さく見えてしまうので気をつけてください。5つ目はブラックのリキッドアイライナーを使うことです。ペンシルタイプよりもリキッドタイプの方がはっきり仕上がり、ブラウンよりもブラックの方がはっきり仕上がるので、目のフレームを強調したいという時にはおすすめのアイテムですが、目を大きく見せたいという場合はペンシルタイプでブラウン系のカラーがおすすめです。目元を強調させながら大きくも見せたく両方叶えたいという場合はダークブラウン系のカラーを選んだり、リキッドタイプだとブラウン系のカラーを使用してリキッドを引く時にも目頭側から目尻側まで全てに引くのではなくって部分的に使用するのもおすすめです。5つの気をつけたいポイントを踏まえて目を大きく見せるアイメイクを仕上げていきます。目の際から眉下まで全体にハイライトカラーをのせていきます。次に使うアイシャドウの発色も良くなりますし、目元にメリハリをつけることができます。少し大きめのブラシを使用するとムラなく塗ることができます。次にアイホールに幅広く中間カラーを塗っていきます。気をつけたいポイントの1つ目を意識して自分の眼球よりもやや広めに眉下の骨のクリース部分にまで色味をのせることによって立体感がプラスされます。濃いカラーも同様で目の際にだけ二重幅以内に狭く塗るのではなく、二重幅よりもやや広めに塗っていきます。一重の方は目を開けた時に少しカラーが見えるぐらいに塗っていきます。横幅もどこまで塗ったらいいですかとお聞きされることが多いんですが、アイシャドウを塗った後にアイラインを描いていくので、アイラインは自分の目尻よりも少し長めに描いていくので、その長さを踏まえて自分の目尻以内の幅にアイシャドウを塗るのではなくて少し広めに塗っていく必要があります。そうすることで目の縦幅も横幅も出すことができます。次にまつげとまつげの隙間をペンシルアイライナーで埋めていきます。リキッドタイプでは隙間を埋めるのが難しいのでペンシルタイプの方がおすすめです。ブラックよりもブラウンの方が柔らかく目元を大きく見せることができるので、今回はブラウンのペンシルタイプを使用しています。ペンシルの芯が硬いと描きにくいので柔らかいものを選んで使用してください。隙間を埋めるのが難しいという方はお顔は正面を向いて目線は下を向いたような形でアイライナーペンシルを下から押し当てて色をのせていくと簡単に仕上がります。ナチュラルに目のフレームを出すことができます。隙間を埋めることでアイシャドウのグラデーションの終わりをしっかり作ることができ、目のフレームを強調することができたんですが、ここまでだと自分の目の大きさを強調させたような形になるので、自分の目よりももっと大きく見せるためにアイライナーは3 mm 前後長く描いていきます。
アイライナーでアイラインの終わりをきれいに仕上げようとせずに、アイライナーブラシを使用することでよりきれいなアイラインを作ることができます。骨格に合わせつつ、先ほど塗ったアイシャドウよりもはみ出さないように長さを出していきます。そのために先ほどアイシャドウの横幅を広めに塗っています。さらに馴染みを良くするために締めカラーとなるアイシャドウをブラシに取ってアイラインに重ねてブレンディングしていきます。グラデーションに深みが出て、さらに立体感を強調させていくことができます。先ほどまつげとまつげの間をアイライナーで埋めていったと思うんですが、その時にもしも失敗してしまったとしても、この時に失敗を修正させることができるので、時間をかけて綺麗に仕上げようとしすぎずに簡単に仕上げてみてください。目を開けている時にも閉じている時にも綺麗なアイラインが仕上がります。さらに目元を強調したいという場合は、目尻側の部分的にリキッドアイライナーを使用していきます。この時もブラックよりもブラウンのリキッドアイライナーの方がよりナチュラルに大きく見せることができるのでおすすめです。この時にアイラインが太くなりすぎないように気をつけてください。目尻側のみに部分的に使用するといっても断片的になってしまうと違和感があるので、先ほど描いたアイラインと自然につながるようにしていきます。太くせずに長さを出すことによって二重幅を広く見せながら目を大きく見せることができます。一重の方や奥二重の方はアイラインを太く描いても目を開けると見えなくなってしまう場合があるので、長さを出すこちらの描き方が効果的です。マスカラはまつげを強調したいときはブラック、柔らかさや抜け感を出したいときにはカラーマスカラもおすすめです。下まぶた全体にアイシャドウを塗っていきます。下まぶたも上まぶたと同様にグラデーションを作ることによって目幅を出していくことができます。この時にも幅を狭く塗ってしまうと意味がないので、思い切って広めに塗ってみてください。締めカラーを目の際に塗ってグラデーションを作っていきます。気をつけたいポイントでもご紹介したように、アイライナーではなくアイシャドウでグラデーションを作って目幅を出すことによって目元を強調させながらも目幅を出して大きく見せることができます。仕上がりの見た目も綺麗ですし、化粧崩れもしにくくなるので、今までアイライナーで仕上げていた方はぜひアイシャドウの締めカラーを使用して仕上げてみてください。下まぶたメイクをして目の下の幅ができることによって頬の長さが短くなるので小顔メイク効果もあります。目頭側にハイライトカラーを塗っていきます。ナチュラルに仕上げたい場合は粒が細かいパール系を使用して、より華やかに仕上げたい場合は粒が大きめのラメやグリッター系を使用してみてください。次に黒目を大きく見せるために黒目の下のみにアイラインを描いていきます。アイライナーブラシでしっかりぼかしてなじませてください。黒目を大きく見せると目元全体が大きく見えるので、特に裸眼メイクの方にはおすすめの方法です。以前裸眼メイクで目を大きく見せるポイントという動画にも詳しくまとめているので、ぜひそちらもご参考にしてみてください。目の横幅、縦幅それぞれが大きくなったことによって目元全体が大きく見えます。仕上げに上まぶたの中央にラメ感を重ねてより立体感を強調させていきます。目を強調させるアイメイクと目を大きく見せるアイメイクでは別のメイクになるので、目を大きく見せたい時にはアイライナーよりもアイシャドウの割合を多くして幅を出していくのがポイントです。それぞれのコスメの特徴を理解しながら使用することによって目元を自然に強調させながらも目を大きく見せることができるアイメイクなので、ぜひお試ししてみてください。動画がお役に立てた場合は高評価とチャンネル登録もよろしくお願いします。